算数の問題みたいな朝食じゃん。うん。美味しい。美味しいね。なんか。どうしようかな。ペパロニかな。美味しそう。うまそう。ちょっと違うのかなって感じるよね。うん、美味しい。それさ、昨日ちょうど聞こうと思ったの。いつなのって。すごいじゃん。追っかけなきゃダメじゃん。いつもカレンダーに入れてたのに。買います。はい。美味しい。これだね。うん。いただきまいただす。きます。卵めっちゃ硬い。青さが最強だわ。あれ、そっちもうないの？下にユニクロのディアショーツを履いて、自転車に乗るときはワンピースの裾を結んで、こういう感じで行きます。
そう。なんか2回目の方が数多い。基本ね。結構もう終わり？もうさ、まだあった。まだあるけど、でもさ、結構一瞬じゃない？一瞬だね。軽いから食べちゃう。おいしい。ナウシカこれ。違う、あれはもののけ姫だね。友達と行った台湾のやつとかも入ってるし。結構前から磁石買ってんだね。マグネット。ね。台湾結構前じゃない？だいぶ中盤ぐらいじゃない？25ぐらいかな。今朝ごはんを食べて洗濯物を干したところです。なんか最近エアコンでちょっと喉やられちゃいました。声が枯れ気味です。今日は割と集中して仕事をしなきゃいけなくて、そのお供にこれセブン限定なんかな、セブンイレブン限定のゴンチャ黒糖ウーロンミルクティーを飲みたいと思います。これなんか去年も出てたんですよね。その時に友人がめっちゃ買ってるって言って気になってはいたんですけど、で今年また出た、これリニューアルしたんですかね、ちょっと詳細わかんないんですけど、またそれも別の友人にも勧められたので飲んでみようと思って、ちょっともっと入れるか。おお、うまっ。めっちゃゴンチャの味だ。そりゃそうだけど美味しい。ネイルオフしたばっかなんで、そのネイルを塗ったら仕事始めたいと思います。でそのネイルを塗る前に最近買った本をご紹介したいなと思ってて、最近購入したのがこの古舘雄太郎さんの「カトマンズに飛ばされて」っていうアジア10カ国の激闘日記、俳優兼ミュージシャンの方なんですけど、
この本はここの帯にも書かれてるんですけど、サカナクションの山口さんがインスタでおすすめしてたかな、確か。それを偶然見てすっごい面白そうと思って購入しました。中は白黒の写真、旅の記録の写真と、あとはなんだこれ、旅エッセイっていうのかな、これは旅行記だと思うんですけど、後ろに旅は嫌いだって大きく書かれてて、人生初めての過呼吸、27時間の越境バス、ゴキブリまみれの夜行列車、オートレース、山岳地帯でバイク事故、潔癖症のガンジス川沐浴、先輩ミュージシャンからの命令でアジアに放り出された2ヶ月間、感情のままにペンを走らせた。トラブルだらけの一人旅で見つかったのは思いもよらぬ己の姿だった。なんかすごい旅してそうな感じが帯から伝わってくるんですけど、最近ちょっと気候部に興味があって、旅行記なのでこの本は気になったので買ってみました。で、あともう一冊、これ Amazon で購入したものを今から開封しようと思うんですけど、そのままこれです。柏木弘樹さんの口が立つやつが勝つってことでいいのか。この本は結構前に出版された本で、でも2024年2月第1冊、2024年に第3が刷られている。これは渋谷のお気に入りの本屋さんの SPBS っていう、正式名称は渋谷パブリッシングブックセラーズっていうところなんですけど、そこで見かけて、その時は買わなかったんですよ。で、後日気になって、なんか別の本屋さんとかいろいろ本屋に行くたびにこの本を探してたんですけど、在庫がなくて今回は Amazon で購入したんですけど、これの何が気になったかっていうと、目次のコンテンツは結構惹かれるものが多かったのと、最初の部分で初めにって書いてくださってる部分があるんですけど、考えてみると人は誰でも言葉を使う仕事をしているのではないだろうか。ちゃんと言葉にしてくれないとわからないと相手に不満を抱いたり、逆にこの気持ちはとても言葉になんかできないという思いを強く抱いたり、そういう経験のある人は少なくないだろう。言葉にしないとわからないとうまく言葉にできないという問題は実は日常的に常に起きているのではないだろうか。あなたが感じている生きづらさは言葉にも関係していないだろうかって書かれてて、ちょっとこれ本読む前にだからこんな語ってもあれなんですけど、私はあんまり自分の気持ちをすぐ言葉にするのは得意じゃないと思ってて、結構頭の中で考えてから発言しているタイプかなと思うんですよ。突発的に自分の考えをまとめて喋れない。だからあまりプレゼンとかは得意じゃないかなって思ってて、例えばですけど、この商品、この料理とかおすすめしたい部分、メリットを伝えたい時に簡潔にうまく伝えることができない、そういうのが苦手なんですよ。なので喋るってことに対してなんかハードルは高くて、こうやって動画で喋る時もある程度は頭の中で考えてから喋んないと突発的には喋れない。文章を書くとか日記を書くとかっていうのは好きなんですけど、言葉にする話し言葉なんて言うんだろう、とにかく思いをうまく言葉にできない方が当然なのだ、本当なのだっていうところに惹かれて、なんか読む前からいろいろ語っちゃったんですけど、とりあえず読んでみようと思います。読んでみてまた感想をお伝えできたらなと思います。